こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミー、ザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。さあ、これは天秤座満月、そしてその日に金星も、巡行に戻るし、太陽と回路もくっつくし、そしてここからしばらく全天体巡行になります。というエネルギーについての動画なんですが、これは後半戦です。なので、まずは前半の動画を見ていただかないと理解しにくい部分もあるかと思いますので、まだの方は先にキャプションについてますから、前半の動画をご覧ください。そしてその上でここに戻ってきていただいて、後半は、じゃあ、12星座別のアドバイスはということです。で、今回は満月ですから、もちろん手放しです。そして星座別に天秤座の手放しの意味っていうのは、先生術ではそれぞれサインごとに違った意味を持ちますので、12星座別に何の手放すべきことがあるのかっていうのを今からお話をしますし、それから前半でお話しした今回の天秤座の満月のキーワードで、私は何者？これに答えてくださいっていう、リクエストが宇宙からありますせっていうことを話をさせてもらってるんですね。なので、Who am I? のヒント。もちろん自分で答えればいいんですけれども、何かこうね、一個きっかけがあると、あ、そういうことかっていうふうになる方も多いので、12星座別の、その Who am I のヒントになる、アイデンティティのヒントですね、についてもお話ししたいと思います。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いいたします。そして前半でもお話ししておりましたけれども、インスタライブなども行っているので、そこでこうなんかね、今こういう不安な状態がいっぱい自然災害とかある中で、自分を光に包むのが難しいという方は、そこで光のエネルギーをこう包んでますんで、ぜひ来ていただいたら、嬉しいです。ということで、じゃあもう早速ですね、行きましょう。お羊座からです。まず手放すべきことは、あらゆる関係性っていうものの中で、それはもちろん人間関係はそうですけど、なんか自分の仕事との関係性とかもありますよね。その中で起こる勝ち負けとかコントロール欲求、特にパートナーとの主導権争いみたいなもの、強がりっていうものを手放していくと良い時です。アイデンティティのヒントは、自己確立、情熱、突破力、これがあなたの持ち味です。誰かと並んだ歩むことで、実はより大きな自分に出会えるんだよっていうことに気づいてみてください。お牛座、手放すべきは完璧であろうとする仕事への姿勢とか、人のために自分を犠牲にする癖です。私がやらないとダメなんだって思いすぎない方がいいです。アイデンティティのヒントは、美しさ、安定、感覚的な豊かさがあなたの魅力なはずです。五感を満たすことで自分らしさに目覚めていきます。双子座、手放すべきことは、ちゃんとやらなきゃという義務感と、人にどう思われるかという不安。これやってると、A さんにはこうやった方がよく思われるだろうけど、B さんにはそれはよく思われないわけじゃないですか。この世の中ってそのようにできているから。なんでこれってただただ苦しくなるだけなんですね。なので、そういうふうにして自己表現にブレーキをかける癖も解放していきましょう。アイデンティティのヒントはこれ、私双子座なんで今言っててそうです。本当にそういうことが今たくさんです。このつもりで、この思いでこうやってやってるのに、この人はこう取るんだとか思ってると、もう本当に何にもできなくなっちゃうんですよね。でももちろん、ちゃんと相手の気持ちとか、そうなんだなっていうことを受け入れることももちろんでも大事です。その上での自己表現のブレーキをかける癖を解放してね、ということですから、突っ走っていようというわけではもちろんないです。アイデンティティのヒント、言葉、遊び心、軽やかな好奇心っていうのが双子座の核です。純粋な楽しさを優先したときにあなたの輝きは増していきます。いろいろ考えすぎるとしんどくなっちゃうよってことですね。蟹座、手放すべきことは家族はこうあるべきという無意識のルール。誰かに尽くしすぎる母性的なパターン。過去に縛られている自分に気づくということですね。アイデンティティのヒントはやはり感情、守る力、愛情っていうのがキーワードです。自分の心はもちろん最優先にケアすることが大事な上で、その愛を他にも振りまいていきましょう。獅子座、手放すべきは自分だけが頑張らなあかんという孤独感。
それから人の評価を気にしすぎる気持ち、この辺はこういくつかのサイン、ダブるところですけど、もう一個は何か情報収集のしすぎで消耗してしまっている部分、これを手放してください。アイデンティティのヒントはクリエイティビティです。それから自分自身を表現していくことに対しては自信を持つこと、これがあなたの核です。心から伝えたいことを誰かのためではなくて自分のために発信しましょう。乙女座、手放すべきことはお金や物や日常に対する過剰な管理、それからそれが管理できてない時の不安、完璧主義ゆえに自分の才能、それによってブレーキをかけている可能性もあります。完璧じゃないとやっちゃいけないみたいなね。もう完璧じゃないけど、just do it anyway。英語だと、just do it anyway ってよく言われるんです。なんかこんなことで悩んでるのよ、何のかだろうって言うと、王子は大体、anyway、do it anyway。まあまあ、分かった分かった、あなたの悩みも。でもまあ、とにかくやればっていう、なんかそういう考え方の方がいいかもしれませんね。アイデンティティのヒントは、才能、奉仕、整える力。これはもう乙女座のギフトです。人の役に立つことを通して自分の価値を再確認できます。そして天秤座の満月。手放すべきは、やっぱりこれも人にどう見られているかっていうパターンですね。そして勝手にこう思われているだろうと感じてしまう。それって結構間違っているわけです。多くの人が。割とこう悪くこう取りがちですね、日本人の人は。でもしょうがない、それも。悪く言われがちだから。だからさっき言ってたみたいに、学校でもできてないところを書かれ続けているわけですからね。なので、それで自分を見失うという傾向を解放していきましょう。アイデンティティのヒントは、本音で生きていく中で、本当のその本音というのは左脳じゃなくて、心の中で選ぶことですね。なんかこう無理に天秤座バランスを取ろうとするよりは、自分の中心の中にある本音を取り戻すこと。それによって私は誰なのかという問いに素直に向き合うことができると思います。さそり座手放すべきは無意識に抱えてきた、犠牲的な考え方。心の奥で結構オートマティカリー自動的に blame yourself。自分を責めるっていうパターンですね。これ手放しましょう。アイデンティティのヒントは再生する力。やり直しになった時には、さそり座が一番素早くやり直ししていきます。それから魂の深さ、癒し、こういったものはキーワードです。やっぱり人の一番奥の深いところに到達できるのがさそり座のいいところですから、本来のその自分自身を取り戻していきましょう。いて座、手放すべきことは、周囲との理想的な関係や未来設計に関するこうあるべきっていう思考。なんか理解されないことへの孤独とか、精神的な逃避癖も解放の対象の一つです。アイデンティティのヒントは、真実の追求とか、自由な魂とか、理想を形にしていく勇気。これが、いて座の皆さんの本質です。きっとそういう力がアイデンティティの中にあるはず。それから他者とつながろうとすることを恐れないで、心の奥の理想、自分がつながりたいという思いには正直でいるといいと思います。ヤギ座、手放すべきは社会的評価イコール自分の価値という思い込みや、成功しなければ愛されないというプレッシャー。頑固に守ってきた古い価値観をもう本当に手放すときです。アイデンティティはもう努力家としてはピカイチのこの力、これ素晴らしい才能。これを持っていることを思い出して、未来の社会を形にできる存在は私なんだ。そういうアイデンティティを取り戻してください。本来の使命はそこにある。水亀座、手放すべきは知識や論理、自由を守ることに固執しすぎて、本当の自分の感情っていうのが意外に置き去りになっているということですね。過去のトラウマから来る人間関係、人との距離感についても、ここで手放していきましょう。こう悩みすぎない、考えすぎない、そこに対してということですね。アイデンティティのヒントは、改革、革新、英知、宇宙的視野。これがキーワード。持ってます。水亀座の皆さん。そのアイデンティティを自分の中に見つけてみて、それから社会や仲間に新しい風を運ぶっていうのもきっとあなたの存在、そのもののアイデンティティの中にあると思います。魚座、手放すべきは、失いたくないという執着とか、誰かをコントロールしようとする無意識の癖ですね。感情の奥にある恐れとか、そういう不安とか、
いうエネルギーですね。これも手放しの対象です。アイデンティティのヒントは、共感、変容、霊的な豊かさ。こういうものは絶対魚座の人持ってるんで、そういうテーマで自分のアイデンティティっていうのをちょっと見つめてみてください。他人の痛みを理解できるのは、もう本当に魚座の強みだし、変容したい人にとっては強力なサポーターが魚座さんです。では最後に1枚引きです。エニアグラムですね。9芒星です。とても繊細なエネルギーです。9も手放しのまさに度数です。私の教えている数比術では、やはり9というのが次のエネルギーに行くための、そこが最後の場所なんだけど、っていうか、でもそれって始まるよねって。手放しから始まるという意味なんですね。ですから、なんかまたまずは手放しって思わないで、手放しをするイコールそれは始まっているというマインドを持つといいのではないかと思います。ということで、素敵な天秤座の満月をお迎えください。